あなたは身動きすら取れない状態で何日もいたぶられる恐怖を想像できますか？ 2017 年3月11日、アメリカフロリダ州タンパ郊外の町バルリーコ。何？深夜2時、家族が寝静まる中、目を覚ましたその女性はアリサ・マシューソン。彼女は顔に滴り落ちた水滴に驚き、慌ててベッドから体を起こしました。すると枕元には水の入ったカップを持った男が不敵に笑いながら佇んでいたんです。いやあ、アリサ、お目覚めかい？侵入者の男の姿を見るや否や、背筋の凍る感覚を覚えたアリサ。いや、やめて。男は抵抗するアリサを無理やり抑え、寝室から引きずり出します。そしてこの後彼女は55時間もの拷問を受けることになるんです。深夜、どこからともなく現れた侵入者の男。女性が55時間もの間拷問されてしまったきっかけとは？侵入者の男が企てていた狂気の計画の結末は果たして。おそす、ちょっと体調悪いよ、ケンちゃんです。ウィッチにハマってます。やみやみこです。というわけでね、やみやさん、ちょっとね、体調がね、最高なんですよ。最高だね。休んだ方がいいんじゃない？今日私に任せて。もういいわよ、私がやるから今日。本日ご紹介するのはアメリカ・フロリダ州で起こった拷問事件について。この事件の被害女性、深夜に自宅に侵入してきた男から55時間もの間拷問を受けることになってしまうんです。55時間で丸2日、拷問され続けたってことでしょ？そんなもん正気じゃいられないんじゃないの？大丈夫それ？その間ずっと怖い思いをしていたわけですからね。犯人の男はいるはずのないタイミングで女性宅に侵入していたんです。いるはずのない？男は一体どのようにして家の中に入っていったのか。真夜中の侵入者。2017年3月11日、舞台はアメリカ・フロリダ州タンパ郊外の町バルリーコ。何？深夜2時、異変に気がついたその女性は慌ててベッドから体を起こしました。端正な顔立ちにロングヘアが特徴的なその女性の名はアリサ・マシューソン。いやあ、アリサ、お目覚めかい？そう声をかけた男は水の入ったカップを片手にアリサの枕元に立ち、彼女の顔をめがけて水滴を落としていたんです。不気味な笑みを浮かべる侵入者に即座に血の気の引く感覚を覚えたアリサ。やめて。男はそのまま彼女をベッドから引きずり下ろし、寝室から連れ出そうとします。アリサの隣では7歳と5歳の息子たちがそれぞれ寝息を立てていましたが、あっという間の出来事に彼らが目を覚ますことはありませんでした。さらにもう一つ不可解だったのは、この時同じ寝室で眠っていたはずの14歳の長女アーデンの姿がどこにも見当たらなかったこと。何長女見当たらないってやばくない？もうさらわれちゃったとかじゃないの？実はですね、長女のアーデンは自分の意思で部屋からいなくなっていたんです。寝室からリビングまでアリサを引きずった男は、そこから必死に声を上げようとする彼女を抑えるため、その口に靴下を押し込みます。そうやってもだえ苦しむアリサの姿に頬を緩めると、男は彼女にそっと耳打ちをしました。会いたかったよ、アリサ。そう言うと愛おしそうにアリサの頬を撫でた男。そこから男はクリスマスライトや掃除機のコードなど周りにあった紐になりそうなものを手繰り寄せ、アリサの手足を縛り上げます。ここから彼女はなんと55時間もの間拷問を受けることになるんです。アリサはこの後自分の身に何が起こるのかを想像し、ただ震えることしかできずにいました。一方でその頃、家の外では一人の少女が鼻歌を歌いながら誰かがやってくるのを待っていました。顔立ちにどこかアリサの面影を覗かせるその少女の名はアーデン。そう、母親が窮地に陥っているそのタイミングでなぜか寝室からいなくなっていた長女でした。そしてアーデンが家の前で待っていた誰かとは侵入者の男。実はその男を家の中に招き入れたのは他でもない長女のアーデンだったんです。なんでアリサの娘が侵入者招き入れちゃってんのよ？どういうこと？共犯者ってこと？驚きですよ。どういうこと？こうなってしまったことにはアリサが抱えていたある複雑な家庭事情が影響していたんです。この家族に一体何があったんでしょうか？家族愛に潜むもの。1998年、当時18歳のアリサは一人の青年に思いを告げられました。君のことをこれからもっと知りたいんだ。僕の彼女になってほしい。そう言ってアリサの目をじっと見つめたその青年はトレバー・サマーズ。アリサより2つ年上の彼は同じフィラデルフィア郊外の高校に通っていた彼女の先輩。そして何よりアリサが3年間密かに思いを寄せ続けていた相手でした。時間をかけて距離を縮めていった2人はこの時晴れて交際することに。さらにトレバーとアリサは2001年に結婚し、その後5人の子供が誕生。絵に描いたように幸せな家庭を築いているかに見えました。そして子供たちの中でも長女のアーデンは特に大のパパっ子。
パパ、早く映画の時間に遅れちゃうよし、急ごう。ずっと見たかった映画だもんな。アーデンは父親のトレバーと二人きりでデートをしたり、ディナーに行ったり、仲のいい二人のことを母親のアリサも微笑ましく思っていたんです。しかし、そんな仲睦まじい家族にも一つ大きな問題がありました。これが今回の事件と関係あるってこと？関係あるっちゃあるんですよね。言ってしまえばね、仲の良さ、そして愛情だけでは家族はやっていけるわけではないんです。くそー、どうして何もかもうまくいかないんだ。パソコン画面に並んだ数字を前に頭を抱えるトレバー。彼は起業家として様々な事業に手を出していましたが、業績は芳しくありませんでした。日増しに借金がかさみ、家計が逼迫していることを子供たちにも隠しきれない状況になっていたんです。そして、こんな状況じゃこの人と一緒にいることはできない。子供たちに苦労をかけたくなかったアリサは悩んだ挙句、トレバーにこう告げるんです。ごめんなさい、もうあなたにはついていけない。子供たちは両親に協力してもらいながら育てるわ。そうやって離婚を要求したことが、実はアリサにとって地獄の始まりでした。いくらいい旦那さんでもね、生活費を稼げないってなるとちょっと話は別になってくるわよね。じゃあここから旦那さんがめちゃくちゃごねるとかってこと？トレバーの行い、もうごねるなんていうレベルじゃないんです。頼む、彼のことは何とかするから離婚するなんて言わないでくれ。離婚を告げた妻アリサに対し必死に頭を下げ懇願するトレバー。結局アリサはその場の勢いに押され離婚を一度踏みとどまることになるんです。ただアリサが離れたがっていることを知ったトレバーのここからの行動は異常と言わざるを得ませんでした。彼はこの後数週間にわたって妻アリサを自宅に監禁。車とスマホを没収し、外部への連絡手段まで全て奪ってしまうんです。ここまで見ていてメトラーの皆さんはこうは感じなかったでしょうか。あんなに小煩悩でいい父親だったトレバーが離婚の一件でこうも変わってしまうものなのかと。実のところトレバーは子供たちに優しかったことは確かですが、妻のアリサに対しては少し態度が違っていたんです。例えばアリサとトレバーが教会へ出かけた時のこと。おいアリサ、君は僕の妻なんだぞ。他の男と喋ったりするな。自分以外の男性と話していたアリサに向かってそう怒鳴り散らしたトレバー。そう、トレバーはアリサに対する束縛が異様に激しく、自分以外の男性には近づくことさえ許さなかったんです。この他にも常に SNS を監視していたり、トレバーが選んだ洋服以外を着ることを禁止したり、結婚生活が長引くにつれ彼の束縛はみるみるエスカレートしていったんです。子供に優しいってところでいい父親に見えてたんだけどさ、それはちょっとひどいわね。離婚を阻止しようとした時に相手を監禁したら逆効果っすよね。そりゃそうよ。結局妻のアリサは再度離婚を申し出るんです。そのことでトレバーはさらに暴走し始めるんです。夫トレバーに外出を禁じられてから数週間後、アリサは隙を見計らって DV の相談窓口へ連絡。すぐに保護施設へ移ったアリサはトレバーの様子が落ち着くのを待って再度離婚を申し出ることにしました。そして保護施設へ移ってから1ヶ月後、トレバーの自宅を訪れたアリサ。アリサ、よく来たね。待っていたよ。玄関を開けたトレバーの表情は至って穏やかで、落ち着くまで様子を見るというアリサの判断は正しかったように思いました。その日の彼は離婚届にもすんなりサイン。ただ何かがおかしい。あまりにも順調にことが進みすぎていることにアリサは不安を覚えずにはいられなかったんです。そしてそれは離婚届にサインをもらったアリサが足早にトレバーの自宅を去ろうとした時のこと。どうして考え直してくれないんだ。震える声で呼び止めた夫トレバーの様子に寒気を覚えたアリサ。玄関の扉に手をかけた彼女の背中にはナタが突きつけられていました。トレバーはそこからナタを握りしめたまま数時間の間アリサを抱きしめ続けたんです。その場はどうにかトレバーをなだめ、その家を後にしたアリサ。彼女はその場しのぎでトレバーとまた会う約束をするんですが、帰宅すると同時に警察へ通報し接近禁止命令を申告すると、トレバーも約束を破ったアリサに腹を立て彼女に対して接近禁止命令を出します。こうしてお互いに近づくことを許されなくなったことで、ようやく2人の離婚が成立したんです。アリサがね、接近禁止命令出すのはなんかわかるんだけど、トレバーが出すの意味不明じゃない？なんか嫌みったらしいですよね。接近禁止命令って過去にアルゴでも何回か出てきてはいるんですけど、詳しくは説明してなかったと思うので、本日はメトラーキーワード接近禁止命令について。接近禁止命令とは、パートナーからの暴力の防止及び被害者の保護を目的とした保護命令の一つ。身体的暴力や脅迫をしてくるパートナーの接近を6ヶ月間禁止すると同時に、住まいや勤務先の近くをうろつくことも禁止するんです。接近禁止命令が出されると、被害者の住所を管轄する警察署にその旨が通知されます。DV は家庭内で起こる性質から警察に事実を証明しにくいケースがあるんですが、接近禁止命令を申告していれば対象者が近づいた時点ですぐに対応を取ってもらえるんです。日本における接近禁止
止命令の罰則は1年以下の懲役または100万円以下の罰金。これらの罰則を抑止力として被害者は対象者から身を守れるんです。こうして元妻アリサに近づくことを禁止されてしまったトレバーなんですけれども、彼はまだ彼女のことを諦めてはいませんでした。そしてこれが55時間にも及ぶ恐怖体験の幕開けだったんです。狂気の計画。トレバーと離婚した後、アリサはアメリカ・フロリダ州タンパ郊外の町バルリーコで一人暮らしを始めました。そして2人が離婚したとあれば問題になってくるのは子供たち5人をどうするか。この件について結局トレバーとアリサは親権を2人で共有することに決めるんです。そのためアリサは離婚してからも子供たちとは頻繁に会っていたんです。そして迎えた2017年3月10日。ねえママ、今夜ブリンとグレイディを連れてそっちに泊まりに行ってもいい？アリサに電話をかけてきたのは夫トレバーの元で暮らしている長女のアーデンでした。弟2人を連れて泊まりに行きたいという娘の申し出を聞き、アリサも3人がやってくるのを心待ちにしていたんです。そしてその日の晩、夕食を共にしたアリサと子供たち3人は仲良く並んで眠りにつきました。この後深夜1時を回った頃、長女アーデンが寝室の窓から外へ抜け出したことにアリサは全く気がついていなかったんです。最初のシーンでさ、娘のアーデンが侵入者招き入れたって言ってたじゃない。ここに繋がってくるってことよね。そうなんです。そしてアーデンが招き入れた侵入者の正体はもうあの人物しかいないんです。実は子供たちがアリサの家へ泊まりに行くことになったこの日の朝、彼女たちと一緒に暮らしている父トレバーは長女アーデンにこんな話をしていました。なあアーデン、今夜ブリンとグレイディを連れてママの家に泊まりに行ったらどうだ？お前たちもそろそろママに会いたいだろう？そう、アリサの家に子供たちを向かわせたのは他でもない父トレバーでした。そしてトレバーはアーデンに向かい続けてこう言ったんです。それでだな、アーデン。夜みんなが眠った隙を見て、パパが中へ入れるように窓を開けて出てきてくれないか。アーデンは父トレバーのその話の意図をつかめずにいました。しかし彼女はトレバーの次の言葉を聞き、つい納得してしまうんです。また家族みんなで暮らしたいだろう。こうでもしないとママはパパの話を聞いてくれないんだ。それでトレバーはもうアリサの枕元に知らないうちに立ってたわけね。娘を共犯にするなんて父親失格よ、本当に。そしてトレバーは元妻アリサに拷問をする際にも長女に対してとんでもない命令を出していたんです。アリサの家の窓から外へ出たアーデンはそこから家の前に止められていた父トレバーの車に乗り込みます。彼女はその中で話し合いを終えた両親が揃ってやってくるのを長男のランネンと共にじっと待っていたんです。しかしママとパパ遅いな。やっぱりそんなに簡単に済む話じゃないよね。結局4時間待っても両親は家から出てきませんでした。そして午前5時を迎えた頃、アーデンの携帯に一通のメッセージが届きます。ちょっと話が長引きそうだ。ブリンとグレイディを連れて先に家に戻っていてくれ。父トレバーのそのメッセージを見たアーデンは寝室で眠っている弟2人を連れ出すため再度窓から家の中へ入ります。彼女はそこからリビングで父親が母親を拷問しているなどとは知りもせず、弟2人を連れて車へと戻っていくんです。さらに運転席に腰を下ろすといつになく緊張した表情を浮かべながらハンドルを握ったアーデン。怖いけどこれもパパとママのためだよね。そう、まだ14歳の彼女の運転経験は駐車場でほんの少し車を動かした程度のもの。それにもかかわらずアーデンはここから弟3人を乗せ、なんと30分もの道のりを運転して帰らなければならなかったんです。二人でデートするぐらいすっごい父親のことアーデン好きだったわけじゃない。その気持ち踏みにじってるわよね。単に大好きだから素直にお父さんの言うこと聞いたって思うとなんかもうやるせなくなってくるわよ。それなのに騙されて怖い思いをさせられてっていうのは本当にひどい話です。そしてね、トレバーは家の中で元妻に対する拷問を続けていたわけなんですけど、ここから彼の計画は最悪の結末へ向かっていくんです。トレバーは家の外で子供たちを待たせている間にアリサを2度もそしてアリサが気を失うまで枕を顔に押し付けたり首を絞めたりして彼女を散々に痛めつけました。そして子供たちを自宅へ帰した後は手足を縛った状態のアリサをもう1台の車に押し込み、そのまま丸1日ドライブをします。アリサはこの時点ですでに心身ともにボロボロでしたが、トレバーは手当てもせずにひたすら車を走らせていました。そして実のところ彼は何の目的もなくただ車を走らせていたわけではありません。トレバーはこの後ボートをチャーターして人気のない離島へ行き、アリサを殺して自分も死ぬつもりでいたんです。そしてついに運命の時が訪れることに。拘束されたままのアリサを乗せた車は海へ向かう途中、薬局の駐車場へやってきた。そしてこの時トレバーは自宅を出てから初めてアリサから目を離すことに。アリサを車内に残し一人薬局へ向かったトレバー。アリサはその瞬間を見逃さなかった。今だわ。トレバーの姿が見えなくなったタイミングを見計らい、車のドアへ何度も体当たりするアリサ。そして助けて、誰か
どうにか車から脱出することに成功したアリサ。しかし希望が見えたのもつかの間。お前ふざけやがって。薬局からすぐに戻ってきたトレバーは怒りをあらわにアリサを再び車の中に押し込む。そして次の瞬間、彼はナイフを取り出した。逃げ出そうとした罰だ。トレバーが吐き捨てるようにそう言うと同時に、車内に真っ赤な鮮血が飛び散った。トレバーはこの時、バツと称し、アリサの左手首を切りつけました。彼の計画ではこの後、車は海へ向かうはずでしたが、駐車場の一部始終を見ていた薬局の店員が通報。警察はすぐにトレバーの車へ追いつき、彼を逮捕しようとするんです。すると追い詰められたトレバーはここで、自分の喉をかき切り死のうとします。結局その後すぐに病院へ運ばれたトレバーは一命を取り留めることに。同時にアリサも救出され、55時間にも及ぶ拷問はようやく終わりを迎えることになりました。まあ、離婚したくない気持ちはわかるわよ、そりゃ。だからつって拷問してね、奥さんと一緒に死のうだなんて、そんな身勝手なことはないわよ。なんか本当に好きだったらさ、自分の金銭的状況もしっかりしてからもう一回再婚しようっていうとかさ、相手を脅す以外のやり方いろいろあったんじゃないかなって思いますよね。結局自分の気持ちしか考えてないの。こうして迎えた2022年8月、トレバーは誘拐、殺人未遂、的暴行、育児放棄、そして接近禁止命令違反など多数の罪で有罪判決を受けることに。彼に下された判決は終身刑3回と懲役224年。に懲役意味あんのかそれ。元妻に対し卑劣な犯行に及んだトレバーは一生をかけても終えられないほどの罰を課されることになったんです。事件から6年後の2023年にはアリサと長女アーデンが全国放送 CBS のドキュメンタリーに出演。何も知らなかったとはいえ、母を痛めつける片棒を担いでしまったことへの自責の念は未だに拭いきれません。20歳を迎えた長女アーレンは重々しい口調でそう語りました。一方で母親のアリサも DV 防止に働きかけるため、自身の経験を多くの被害者と共有する活動を精力的に行っています。家庭の外には見えにくい犯罪だからこそ体制の整備が遅れている DV 問題。一刻も早く被害者救済のための仕組みが各国で徹底されていくことを願います。